想像以上に短い養生を買っちゃったな。メーター見てなかった。しくった。はい、皆さんこんにちは。車の大自然かかシロンピーです。最近ね、ちょっとヘッドライトの黄ばみ取りの動画が続いているんだけども、今回はこちらウレタンクリアを使って黄ばみを最終的になくしていくっていうのをやっていこうと思います。で、このウレタンクリアをどの場面で使うのかっていうところなんだけども、いつも通り紙やすりで磨きます。そこで、ある程度その黄ばみとかひび割れみたいのを削って落として、でいつもだったら最終的にコンパウンドを使うところをウレタンクリアを吹いて、まだ曇ってる状態が綺麗になっていく場面と、あとウレタンクリアを使うことによって耐久性がぐっとね上がるので、このウレタンクリアの使い方っていうか、その難易度、やっぱりねコンパウンドでこの手作業で磨いた方がもちろん楽なんだけども、ウレタンクリアを塗るコツだったりそういうのもねお伝えできればいいかなと思っております。そしたら早速レッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。今回施工するのはこちらマーチのまだ黄ばみを取ってない方、助手席側に施工していきます。でまず早速削っちゃおうと思ったんですが、ツイッターの情報提供、ネタ提供で輪廻水垢スポットクリーナーで黄ばみが落ちますよっていうのが入っていましたので、これをやってみようと思います。おそらくねアルカリ溶剤なので僕も落ちると思います。直接吹きかけちゃってもいいし、垂れるのが嫌だったらこういった感じでティッシュペーパーとか、あとショップタオルとかに含ませちゃっても大丈夫です。でこのアルカリ溶剤は比較的その黄ばみとかを分解してくれるんだけども、何て言うんだろう、くすみとかそういうのは落としてくれないので、ちょっと黄ばんできたなっていう方にはおすすめできるけど、なんか白っぽくなっちゃう、この車とかもそうなんだけど、ほら落ちてるでしょ。こういう車とかには、不向きっていうかね、あとあんま直接手で触らん方がいいと思います。手荒れとかね、そういうのを気にされる方は。あとボディについたら比較的早めにね、大丈夫なんだけど、乾燥させるまでいっちゃうとちょっとシミとかになっちゃうので、ほらすごい、黄ばみはこれでも十分ある程度落ちちゃうので、まず最初にこれをやるのもありだと思います。けどこの曇りっていうのがね取れてないんだよね。わかるかな。これを落とすために、ちょっと削る作業っていうのが必要になってくると。じゃあやっていこっか。1000番のペーパーがちょっと切れてるので1500、2000で磨いていきます。はい、一応ね黄ばみは落ちたんですが、運転席側と比較してみようか。じゃん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 、こういった感じで、これがどこまで変化するかっていうのを、今回はウレタンクリアを使ってやっていきます。でもこの辺はねもうずっとやってるので、ある程度いいよね。耐水ペーパー1500番を使って削っていく。まだちょっと黄ばみが残ってるせいでちょっと黄色っぽいね、この表面のカスみたいなのが出てきます。こういう黄色いやつ見えるかな。もう本当なんだろう、紙やすりで削ってるだけです。で定期的にちょっと水をつけてあげて、でこの面、今やってるこのヘッドライトの面を見ながら、そのひび割れだったりそのくすみのところまで削れてるかどうかをちょっと確認しながらやっていきます。でこの後にクリア最終的に吹くので、結構ねコンパウンドよりは大雑把にいっちゃっても大丈夫かな。クリアで傷ついたこの白いもやっとした感じわかるかな。今傷だらけなんだけども、ここの隙間にクリアが入って最終的に全体的にこのクリア感が出ると、埋める感じになるのかな。なのである程度この傷が残った状態でクリアは吹いていきます。もう黄ばみっていう黄ばみはほぼ取れました。じゃあ一応2000番に変更して軽く磨きます。
よいしょ。すごい劣化してるね。ちょっと深めのなんかひび割れみたいなのあります。そういうのはもうある程度妥協するなり、あとはもう少し粗い番手で磨く。もうほぼ新品同等ぐらいになるけど、パッと見はね、よく見るともっと深い傷があったりします。いいでしょう。まだ若干曇っている感じなんですが、ここからちょっとウレタンクリアを吹いていきます。一回吹き上げないといけないね。吹き上げるとさらにこの曇りが出てきます。こんなのが綺麗になるんですかっていうね、ちょっとやばさあるけど、まあ問題なし。できれば、ヘッドライトを外して塗装の方を行っていきたいんだけども、それはそれで面倒だよね。だから今回は外さずにマスキングだけでいっちゃいます。でこの養生は、周りをささっとやるっていうよりは、ある程度車全体に養生をしておいてください。想像以上に短い養生を買っちゃったな。メーター見てなかった。しかった。周りはこんな感じで、あとは大きい養生を使います。はい、そしてある程度養生が終わったので、今から塗っていこうと思います。養生の範囲はもうほんとできるだけやった方がいいです。皆さんが想像している以上にスプレーが飛ぶので、本当に冗談抜きで車全体やるぐらいで、周りに車がないことをしっかり確認してくださいっていうね。このスプレーだとこういった養生の作業がある、これがねちょっと面倒なところです。はい、そしたら現状こんな感じで、ヤスリで削ってもう傷だらけでちょっと白っぽくなっています。これぐらいだったら問題ないかな。で今回使うのがこちら、ソフト99のウレタンクリア。これ高いんだよね。2500円ぐらいするの。びっくりしたけど、一応市販品でやりたかったのでこれを購入してきました。で硬化するタイプなので、一度使ったら明日明後日は使えないという感じかな。で使い方は、こっちスプレー側とこのピン側があるので、ピン側を地面とかで押し込みます。こういった感じで逆さにして、こういう状態か。こういう状態で5分から10分放置。はい、なんか突然雨が降ってきたので一旦作業を中止します。これもうダメかな。もうこれダメだとしたら、この2500円もうパーです。いや勘弁してよ。ちょっと様子見よう。結局あの日雨が降ってきてしまいできませんでした。なのでウレタンクリア、これこうプシュッとプッシュして、ここに液が出てきて混ざるんだけども、これが12時間以内に使用しないといけないと記載があります。なのでもう使えません。ということでもう1本新しいのを買ってきました。これね、まだ使ってないやつ。これを使って塗っていくと、これ1本ね2500円するからもう5000円使っちゃいました。なので天気とかはねよく調べてから作業した方がいいと思います。そしたらプッシュしたのでちょっと放置してから塗ります。はい、そしたら5分10分経過したので今から塗っていきます。で塗る前はよく振る。よく振るね。よく振りました。目安は20回から30回振るって書いてあります。そしたら吹いていきます。でまず最初1回目だいたいね2回から3回ぐらいで塗るような形で、1回目はこれなんていうの、バラ吹きっていうのかな、こういった感じでクリアが弾かないように軽く吹いていきます。でこの時は軽くで、塗りにくいところ、こういう端の方、こういうとこから吹いていきます。ここでいっぺんにツヤ出すわけではないです。なのである程度まだ曇っている状態でも OK。 ほんと軽く。一番塗れないのがこの端の方ね。濡れてるように思えて濡れていないので、しっかりね下から当ててあげたり、その辺は工夫をしながら塗っていきます。で1回目はこんな感じで適当にパラパラ吹いてって、
でまあどんくらいだろうな、10分ぐらい置きます。はい、そしたら乾いたので2回目塗っていきます。もうこの2回目で8割9割仕上げるような形で塗っていくんですが、まず重要なのが塗る角度、例えばこうやって塗るのか、それともこうやって塗るのか。で一番重要なのは塗装面を見ながらしっかり塗っていく。ツヤを見ながらね、適当に塗れてるんだろうなって塗ってると大体塗れてないで、なんかボソボソしちゃったりするので、見やすい角度と動かしやすい角度、できればこう大きい範囲で塗りたいんだけども、ちょっとね缶スプレーだと角度の問題とかちょっとやりづらいとかいろいろあるので、やりやすいようにやる。そしたらまず端からで、距離は結構近めでいいです。10センチから15センチぐらい、これぐらいかな。で端から塗っていきます。意外にね濡れてるようで本当に濡れてなかったりするので、しっかり塗っていきます。であと見る角度、こういうふうに見る角度ね、これ結構ね塗装で重要。この角度によって濡れてるか濡れてないかの判断ができる。変な角度で見てると濡れてるようで全然濡れてなかったりするので気をつけてください。そしたら上から塗っていきます。結構塗っちゃって OK で、今はね比較的綺麗に塗れてるかな。濡れてないところちょっと見えるかな。ちょっと今こう見ると梨地っぽくなってる。これが難しいところ、もうちょっと塗るか。で垂れないように注意する。OK で、今もまだボソボソしてるね。2回目でなんとかなるかな。この後馴染んできたりもするので、一旦垂れないぐらい、これぐらいでちょっとセーブしておきます。で1個忘れてたわ、脱脂ね。バラ拭きとかねしてたんだけどもうすごい重要な脱脂忘れてました。これ忘れると油分がついてると弾いたりしちゃうので、しくったね。シリコンオフとかを使って必ず脱脂をしてください。しくった。今回はしょうがないとしてだいぶ綺麗になったんじゃないかな。であと1回ぐらいちょっとのせようとは思います。でこのスプレーの距離ね、10センチから15センチぐらいって言ったんだけども、この距離っていうのがすごい重要。例えばちょっとビビって遠くからやりますってなると、細かいマッタークリアが付着しちゃって、何て言うんだろうね、すごいボソボソ白っぽくなっちゃう。でそれは後からも同じようにこのどんどん反映されていくので、しっかり塗る。よく端から端までこのプシュプシュってこう切ったりするんだけども、それより重要なのは均等に塗れてるかどうか。このさっきのボコボコも普通の新車のボディでも全然あるし、それは下手なわけじゃなくて、均等に塗れてるかどうかっていうのが結構重要になってくる。そこがね一番この塗装する上で難しいところなのかな。いろいろ喋りましたが、ちょっと置いてまた塗ろうと思います。はい、一応5分ぐらい経ちました。でさっきまでちょっとねボコボコしてたんだけども、だいぶ馴染みましたので、ラストもう1回ぐらい拭いておきます。これでもねもうほんと十分、しっかり塗ることができていれば十分です。いきます。でこういう風にね目で見れば塗れてるところ塗れてないところっていうのがちゃんと分かります。なんだろうな、うまく塗れない人、ボソボソなっちゃうっていう人はただ見てないだけ、この塗装面を。ただそれだけのことです。一旦乾くのを待ちます。はい、とりあえず乾きましたのでマスキングを剥がしちゃっても大丈夫かな。どう？悪くないよね。でマスキング剥がして、特に何かをするっていうわけではないんだけども、ちょっと前に施工したコンパウンドの方とか、あとゼロリバイブの方とちょっと比較してみようかね。で僕もねよくわからないんだけども、すりガラスに水をかけたら綺麗になる、あの原理と一緒なんだと思っております。多分ね。すげえクリア。はい、こんな感じになりました。どうでしょう。僕が見た感想を言うと、綺麗さで言うとクリアの方かな。一番クリアが綺麗で、その次は、ヤスリで削った後にコンパウンド
の方がやっぱね若干ね研ぎ切れてない傷が残っちゃってる。でその次ゼロリバイブの方はまあ若干まだ黄ばみも残っているなと、こう比較しちゃうとねそんな感じがします。だけどもうすげえ綺麗になったね。もう新車レベルで綺麗になっています。これがクリアを塗った方けど、まあクリアはまあパパッと綺麗になるけど、いろいろまあ難易度だったりね、そういうところ、あとマスキングが面倒だったりで、ちょっと中央付近これ見えるかな、ちょっとわからないか、この辺がちょっとねちょっとギザギザなってるんですよ。これはねもっと下処理でこのヘッドライトを削る必要があったんだけども、わかんないね、ちょっとね肉眼でよく見ないとわからないんだけども、そのひび割れが、まあ、角度によってはちょっと見える。これはまあ下処理をもうちょいやればいいのかなとは思っております。でまあ出来で言うとねもう大満足です。十分 OK。 とりあえずヘッドライトの黄ばみ取りはこれにて終了。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はヘッドライトの黄ばみ取りで削った後にコンパウンドではなくウレタンクリアを吹いて綺麗にしてみました。でまあやってみた感想はめちゃめちゃ綺麗になる、びっくりするぐらいで、まあ過去にそのまあコンパウンドを使う、あとゼロリバイブでウレタンクリアっていう形でやってるんだけども、まあどうだろうね、どれが一番いいか難しいな。まあ、ある程度塗装に自信があって、まあ時間もある場所もあるっていう方はウレタンクリアがいいと思います。まあ耐久性もいいって言われてるしね。でまあコンパウンドプラスまあガラスコーティングを成功するってなると、あれはそれなりにねちょっと労力がかかるので、まあ時間だね、あと体力がある方で、まあとりあえず1つ買ってパパッと綺麗にしたいっていう方はゼロリバイブって感じなのかな。まあ時間をねかければかけるほどそれは綺麗になるもんなので、まあこういう結果はまあ納得で、皆さんがまあどれを選ぶのかっていうのがすごい重要になってくるのかなと思います。まあそうだね、ほんとちゃちゃっと仕上げたい方はゼロリバイブで、まあ定期的にちょっと黄ばみはやっておこうっていう人はまあコンパウンドまでいっちゃってもいいのかな。でガラスコーティングかなんか施工しておくと。でもう当分もう黄ばみ取りはもうしたくないっていう方はちょっと時間かけたりして、まあ、こういうウレタンクリアを吹くっていうのもありだと思います。まあ僕にはちょっと選べない。なのでまあその黄ばみの取れ方っていうのが、まあさっき言ったみたいに、まあクリア吹いた方が一番綺麗で、まあその次コンパウンド、その次ゼロリバイブっていう話をしたんだけども、それをまあ基準にして、まあ自分はどれができるのか、まあ金銭面的なところもあるし、まあこのウレタンクリアで言うと1本まあ2、3000円するし、まあ、コンパウンドの方がまあコスパ的にもいい。まあ他にねちょっとした傷消しとかにもね使えたりするし、でまあそのまあ1個でパパッとで、まあ金額も抑えたいって方はゼロリバイブ。もうここねずっと今同じことを言ってるんだけども、やっぱ使う人によって違うのかなっていう感じです。まあウレタンクリアはこんな感じでした。ちょっと気になる方はとりあえずチャレンジしてみてください。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。話しすぎた、語りすぎた。